どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPhone 14 Pro がさらに便利になるおすすめアクセサリー、だいたい10選ということでご紹介していきたいかなと思います。いろいろと探してまいりました。主に今回ケースが多めになるんですけども、実際に本当自分が使って良かったもの、本当におすすめできるものをね、今回特に集めましたので、いつもなんですけど、iPhone 14 Pro 自体のね、レビューもしてますので、結構このアクセサリーとかケースを使ってもらうことで、自然とね、活かせるような形にしてますんで、14 Pro の動画も好評なので、20万回そろそろいきそうなので、アクセサリーのね、他の動画もあるので、ちょっと参考にね、してほしいんですけども、ちょっと1個目。やっぱりまずはね、保護フィルムですね。2マスなんですけども、毎回ね、紹介してるんですけども、実際やっぱね、結構売れてますね。正直毎日のように売れてるんじゃないかっていうね、レベルなんですけども、もちろんね、じゃあこれじゃないといけないのかっていうまではないんですけども、他にもいっぱいあるので、自分が好きなものを選んでほしいんですけども、安定感ですよ。まずやっぱ品質が非常にしっかりしていて、お手軽な値段で買える、コスパの良さっていうところ、だいたい1000円ぐらいなんですけども、付属品とかもね、最近やっぱ増えたんですけど、結構やっぱしっかりしてたりとか、あとはその貼りやすさですよね。本当誰でもね、こんな僕みたいなズボラ男子でも貼りやすいっていうところ。で、仮に例えばじゃあ失敗しても2枚入ってるんで、もう1枚ね、予備として使えたりもしますし、失敗したことないんですけども、一応以前の動画で実演しながらやってるので、これもちょっと見てほしいんですけども、勝手にもう貼り付いていく感じですね、正直言うと。以前も1年ぐらい貼ってたんですけど、13 Pro ですね。これも特に問題なく大丈夫でしたね。14 Pro も、今もどうですかね、半年ぐらい経ったと思うんですけども、今のところ全然大丈夫かなと。特に使ってても引っかかりがないっていうのと、全く違和感ないんですよね、使ってて。透明なんで、いい意味で存在感がないんだけど、ちゃんと保護してくれてるってところが、結構いいかなって思ってるポイントです。もちろんね、そのまま使ってもいいとは思うんですけども、特にやっぱスマートフォンね、落としますっていう方ですよ。僕なんですけども、これは画面の保護フィルムは僕は正直貼っといた方がいいかなと思います。感覚的にそんな使ってても、そんな貼ってる、これ貼ってる画面触ってんなっていう感覚もあんまりないので、特にやっぱ14 Pro のこの画面修理に関しては、値上げっていうのもあって、大体ね、これ5万円ぐらいするんですよね。普通に Apple 公式で直そうとすると。なので、これがやっぱ1000円前後ぐらいで防げるので、とりあえず貼っといてもいいんじゃないかなって思ってます、僕は。一応ついでにこのカメラフィルムも、今回一応紹介するんですけど、14 Pro もそのカメラの出っ張りですね。結構やっぱでかくなったので、結構ガタつくぐらいなので、そこもやっぱ心配っていう方がね、多いのかなっていうところで、これ想像以上に売れてまして、個人的にはでも貼らなくてもいいかなっていう、今ちょっと貼ってないんですけど、取れちゃって。ただその気になる方は、選択肢の一個としてね、結構やっぱ売れてたりしたんで、需要は多分あるんだと思います。一応その保護フィルム、ありとなしで以前も取り比べてみたりはしたんですけども、普通に僕が使っててもですね、そんな違和感なくというか、普通に貼ってない状態と、同じような形でですね、超広角カメラ、広い画角とかで撮っても大丈夫だったし、よくいただくそのナイトモードで使っても、特にその干渉っていうところですね、写真でなんか写ったりするんじゃないかっていうね、疑問があると思うんですけども、特にそこら辺はなかったので、ただやっぱちょっとケースによってその干渉するというか、ケースを外すときにちょっとポロってね、一緒に取れちゃったりすることはあったので、そこだけちょっと注意かなと思います。ただなんかニマスさん言えば、大体交換して新しいの送ってもらいましたっていうコメントも結構あったので、一応言ってみるのも一つのね、手かなと思います。結構アフターサービスとかは充実してますんで、ここからちょっとiPhone ケースなんですけども、提供していただいたものも含めてですね、今回新しいのもいろいろちょっと紹介したいかなと思います。まず一つ目は、この ESR のクリアケースですね。これも一応前紹介して、これも結構ね、売れてるんですよね。とにかくこのクリアケース、シンプルだし、iPhone のボディを活かせて、しかもコストパフォーマンスよく使えるっていう、結構いいかなと思います。はい。あと個人的にはそのシュピゲンのやつとかも、確か2000円前後とかでクリアケースあって、クオリティも高いので、そっちもおすすめなんですけど、クリアケースなので、結構やっぱ iPhone のそのディープパープルですね、14 Pro のその色味とかも結構活かされるっていうところですね。クリアケースでいいんだと、とりあえずその最初につけるケースとしてめちゃめちゃおすすめかなと思います。で、しっかりそのマグセーフとかも対応してますので、充電したりはもちろんですし、後ろになんかアクセサリー類とかつけても使えるというところがいいかなと。要するにエアガードとか、ストラップホールとかもあるので、耐久性とか利便性とかもいいかなっていうところですね。一応見せとくか。はい。しっかりね、クリアな
クリアで、しっかり保護してくれて、持ち心地とかもね、結構いいので、個人的には結構気に入ってるかなっていうか、最初のケースとしておすすめですね。確か2000円前後だったと思いますので、いいかなと思います。で、続きましては、これ以前ちょっとコミュニティ欄でもシェアしたんですけども、シンジマルのシリコンスマホケースです。こちらもね、コスパというかね、このコストパフォーマンスが結構高いなっていう思ったケースですね。今ここにつけてるんですけども、シリコンケース自体は多分このように死ぬほどあるんですけども、マグセーフ対応っていうものですね。後ろにさっき言ったようにこう磁石でくっつけたり充電できたりするケースっていうのは、これ意外とね、少ないんですよね。結構いろいろ探してみたんですけど、なんで今回のこのシンジマルシリコンケースはこう磁石でくっつけられるので、これが結構いいなっていうところですね。質感も割と良くて、背面はちょっともうそのサラサラしたね、非常にこうシンプルなデザインではあるんですけども、結構底とかね、底面の方もスピーカーの穴も結構ね、綺麗に開いてますし、で、内側に関してはそのファブリック素材、ちょっとモフモフした感じになってて、本体をこう保護してくれる感じですよね。ロゴが入ってたりとか、マグセーフのリング自体も中にこう、お綺麗に入ってたりします。側面の結構ボタンとかもね、普通に押しやすいので、本当にそのアップルの、純正ケース、純正のね、ケースとかと、比べても非常にこう構造とかなんか似てるなっていう感じがして、その上で、本当にね、僕が買った時は、だいたい2500円ぐらいだったので、価格がちょっとなんかおかしいなっていういい意味で、おかしいなと思ってて、で、前そのシェアしたね、セール時は1800円ぐらいになってて、なんかちょっとコスパが爆発してたんですけど、完全に。アップルのね、そう純正のシリコンケースだと今7500円とかするので、これはこれでいいんですけども、価格としては3分の1ぐらいで買えるんで、今回一応購入したのはネイビーなんですけども、他にもカラーとか結構豊富にあって、結構いろんな iPhone ですね。カラーによるんですけど、iPhone 大体12から14ぐらいまで全部あったような気がするんで、結構いいかなと思います。なんでちょっと価格を抑えた上で、ちょっとその Apple のね、純正のシリコンケースにね、近い形で使いたいみたいな方は非常にいいんじゃないかなと思います。これ今はね、ネイビーかな。ネイビーですね。で、後ろ汚れはつきづらいかなっていう形で、めちゃめちゃね、シンプルです、正直。下も結構穴もしっかり開いてますし、ボタン類もちゃんとしてて、これでちゃんとね、マグセーフくっつくっていうのが、個人的にはかなり、気に入ってるポイントではあります。カメラ部分ね、浮いてたりとか、おすすめかなと思います。コスパいいってね。アップルの純正ケースですね。これも言うまでもないんですけども、質感めちゃめちゃいいかなっていうところで、カラーとかによるんですけど、なんか Amazon だと、これもね、以前シェアしたんですけど、ポイントがなんかわかんないけど 19% 還元されてるんですよね。だいたい1500ポイントぐらいとかつくんで、実質6000円ぐらいとかで買えるので、普通に Apple で買うよりね、お得だと思うんで、気になった方はね、Amazon で買うのがいいんじゃないかなと思います。で、レザーケースも結構ね、ポイント還元 19% ぐらいあって、1800ポイントぐらいもらえると思うんで、ちょっと気になる人はね、チェックしてもらえればなと思います。続きましては、今回ちょっとね、また面白いと思ったのが、トラスの多機能スタンドケースっていうものなんですけども、これも結構面白くて尖ってるんですけど、今持ってるこれなんですけど、ケース自体は結構そのマットな感じで、ブラック、今回ブラックなんですけど、側面は結構その滑りづらいねと素材で結構持ちやすいかなと。ここは多分これプラスチックなのかわかんないんですけど、裏面も結構比較的シンプルですね。はい。ロゴちょっとあるのか。で、このケース最大の特徴がですね、この隠しスタンドなんですよね。これがケース内蔵されてて、一応角度的には40度から120度まで動く。で、割と結構でしっかりしてます。このスタンドを収納するともう完全にその存在感なしっていう感じで、完全にフラットになりますね。ガタガタしない。で、カメラ部分も結構出っ張りがあって、保護されてるところはありますね。スタンドで一応縦置きと、その横置きっていうのもできる。スタンドとして使えるというところ。その縦置きに関しては、かなり安定感あって角度調節もできるので、非常に使いやすい。で、横向きに関しては、使えることは使えるんですけど、ちょっと角度が厳しいかなっていうところはありますが、でも動画見たりとかは全然大丈夫かなと思います。で、側面も結構サラサラしてて持ちやすいんですよね。なんかずっとこう持ってられるっていう感じで、質感は結構好み。で、もちろんマグセーフ対応してるので、そのケースのまま、充電したりとか全然大丈夫ですね。結構マットな質感ですね。で、使ってない時は本当にフラットなんですけど、このスタンドがよいしょと、使えるので、展開して、横置きで使ったりとか、縦置きも普通に結構な角度ねいけます。で、かなり強いですね。こんな感じで普通に使えるかなっていう。普通にかっこいいです。普通にこう持ってちょっとこのリングっぽく使うっていうこともできるので、割と
とこういう使い方もね、ありで、結構気に入ってますね。ずれてるな。はい、最近は、まあ、これにちょっと後で紹介するんですけど、まあ、こんな感じで使うことが、まあ、黒で合ってるっていうのもあるんですけど、多かったりします。まあ、磁力自体も結構強いんですが、まあ、難点としてはケース自体はまあちょっとスタンド内蔵っていうのもあって、まあ、一般的にケースと比べるとちょっと重いかなと思います。あんまり気にならないんですけど、厚みが若干あるのかなっていう。ただまあケースだけでこうシンプルに使いたいみたいな人は結構おすすめかなと思います。これだけあればスタンドにもなんかちょっとリングっぽくもまあ使えたりするので、あとまあスタンド機能、まあこれいらないっていうものであればもっとシンプルなその黒いトラスのマットケースみたいなのあるので、まあそっちもおすすめかなと思います。また取ってやるの大変なんだよ。続きましてはですね、ピタカですね。ピタカのマグイージーケースプロ3ですね。これもね、めちゃくちゃいいですね、正直。こちら提供していただいたものにはなるんですけども、ただまあさすがのクオリティかなところですね。で、背面はこのアラミド繊維っていうもの、特殊な素材ですね。まあスーパーカーとか宇宙船とかに使われる素材らしいんですが、まあこれがケースの結構側面まで使われてまして、まあいわゆる分かりやすく言うと軽くて薄いんだけど、その強度があるっていうね、ですね。ケースの内側は結構 iPhone を守るこのマイクロファイバーが、まあ、純正ケースみたいな感じで中覆われてるっていうところで、もちろん、マグセーフ対応してますので、まあ、いろんなアクセサリーつけれますと。で、側面からで上まで、まあ、今回の場合かなりまあしっかり覆われてまして、で、カメラ部分もしっかりこれ保護されてます。で、周りもこのレンズのこう、まあ、スレみたいなね、防ぐちょっとね、こう柔らかい素材になってて、まあ、よくやっぱ作られてるなと思いました。で、カーボン風の結構ね、やっぱ高級感、非常にこうスマートデザインっていう感じかな。スマートなデザイン仕上がってまして、とにかく使ってみて思ったのは、もうほんと持ち心地がなんか抜群にいいですね。サラサラしてる感じもあるんだけど、なんかしっかりグリップ感もあるというところで、なんかずっと持ってても大丈夫な感じなんですよ。で、なんでこんなね持ちやすいのかなってちょっと考えてみたら、これ四隅にエアバッグっていうのがね入ってて、若干隅が、はい、まあ、こんなデザインなんですけど、隅がちょっとこの下の方がですね、エアバッグが入っているおかげで若干ね膨らんでるんですよ。ちょっとこれね動画だと分かりづらいと思うんですけども、はい、まあ、デザイン自体はめっちゃいいです。角の部分ですね、ちょっと膨らんでるんで、なんかめっちゃ手にフィットするんですよ、その部分。これがめちゃめちゃ良くて、まあ、もちろんその分保護力っていうのもねありますし、もう一個の種類としてマグイージーケース3っていうのがあるんですけど、まあ 600D ってやつ。こっちに関してはもう超軽量モデル、めちゃめちゃ薄いんですよ。まあ、紙のように薄いんだけど、めちゃめちゃ強いみたいな、さっきのアラミド繊維使われてるんで、まあ、本当にその裸で使ってるような感覚なんですけど、ただまあちょっと気になる点としては、これ側面ですね。まあ、側面とこの下の部分が、まあ、ちょっとね空いてるんですよね。これがこう 600D なんですけど、この下とこの横部分が空いてるっていうね構造になってます。まあ、めちゃめちゃ薄いんですけどね、正直軽いし、まあ、これはこれでねめっちゃお気に入りでいいんですけども、ただやっぱその空いてる分ちょっと落とした時の不安があったんですよね正直ね。今回のマグイージーケースプロ3かプロ3では全面保護になったので、まあ、よりこう安心して使えるかなと思います。ただ本当に軽さ求めるって方はこのさっきの 600D の方がね、まあ、いいと思うんですけども、ちょっとまあ気になる点としては若干音量ボタンが硬いかなっていうまあ全然普通に使って問題になるレベルではないんですけども、まあ、気持ちボタンが若干硬いかなっていうぐらいで、あとまあこのピタカケース全体に言えるんですけども、まあ、取り外しはちょっと大変です。まあ、その分ね、まあ、落とした時のその安心感絶対外れないだろうっていうね安心感はあるんですけども、それぐらいですかね。まあ、若干こっちもね保護力ある分ケースとしては若干重い部類に入るとは思うんですけども、ただ使っててあんまり僕は気にならないですね。っていうか持ち心地が良すぎて、なんかそれがなんか重さが霞んじゃうぐらい持ち心地がなんか今までのケースは僕一番いいかもしれないです、正直言うと。でこのマットなケースですね、ちょっとまあ一緒に使いたいのが、今回も提供していただきました AirPods Pro ケースがなんと第2世代対応のものが、ね、出ました。ピタカさんでこっちもさっきのケース同様にですね、そのアラミド繊維、使われておりまして、触り心地これね抜群にいいです。最高です。これずっと撫でてられます。で今回、第2世代、対応ということで、横のこのストラップホールっていうのがねついたんですけども、 AirPods Pro 2はこちらにしっかり対応しました。なんでケースのままですねストラップつけて使うことできます。あとまあそこのですね底面のそのスピーカー部分っていうのもしっかり開いてますので、まあ、音ですね、充電する時にピンって鳴ったりとか、探す時にね音鳴らせるんですけども、そういったのもしっかり聞こえますし、もちろん磁石でくっつけて充電できるマグセーフ充電っていうのも、対応しております。ケースのままですね。ただ注意点としては、これ Apple Watch の充電器ですね関してはちょっと電力が弱すぎて、ケースのままではちょっと充電できない。これ実際やってみたん
ですけど、やっぱダメでしたね。そこは注意点ではあるんですけども、結構なんでこのケースとね、合わせると、よりこう一体感がね、あって使えるんじゃないかなと思います。こんな形ですかね。で、横にこうストラップホールついてまして、こういったストラップつけたりとか、裏はちょっとね、開いてたりするんですけども、めちゃめちゃでもね、正直いいですね。触り心地がめちゃくちゃ良い。で、蓋も上ね、何回も貼れるテープみたいなのがついてて、蓋が外れる心配もないです。これめちゃめちゃおすすめでございます。で、このケースと合わせてとかですね、他にもそのピタカ製品、iPad とか、Apple Watch の保護とか、バンドとかもあるんで、このまとめたやつですね、概要欄にそのピタカさんのサイトを置いておきますので、ちょっといろいろこう見ていただければなと思います。気になる方はぜひね、クオリティは全部多分高いと思うんで、続きましては、エアタグですね。これいわゆる落とし物タグものになるんですけども、皆さんどうですか？落とし物をしたことあります？ありますよね。はい。仮に落としたとしても、例えばじゃあその iPhone で位置情報を知れるっていうね、ものになるんですけども、僕の場合だとこう鍵につけてですね、キーリングとして使ってるんですけども、最近結構 Amazon とかでもね、この数百円とか、1000円以下ぐらいでアクセサリー類とかもあるんで、そこに鍵つけて僕持ち歩いたりしてるんですけども、大体大きさとしては500円玉ぐらいのサイズになります。位置情報も結構ですね、かなり細かいところまで知れたりするので、本当探すアプリで、エアタグのですね、までの距離っていうのが、かなり見えるんですよね、しっかりと。本当うろうろしてってその方向に行けばいけるっていうね、ものがあって、あと音とか出せるんで、音を頼りにこう探すみたいなこともできます。おしゃれとしてもね、こう使えるんで、バッグとかにね、こうつけて使うとかいうこともできます。で、結構すごいのはその iPhone から離れると通知がね、来たりするんですよ。これが最近すごくて、今僕 Apple Watch つけてるんで、離れたらこう Apple Watch に通知が来たりとかもするので、これも非常に、ちょっとね、通知来たら怖いんですけど、鍵が離れてますみたいな通知が来るんで、この辺もありがたいですね。これ助けられてます。続きまして最近ね、個人的にハマってるのが、このリングタイプのね、やつなんですけども、アンカーのリングとかありますね。安定感というところで言えばもう非常に、アンカーのリングめちゃめちゃいいと思うんですけども、こういった形で持ってこう安定感っていうのもありますし、普通にこう横向きでこうスタンド機能的にね使えたりもしますので、これはこれで非常に安定感あります。で、取り外しも簡単で、このマグセーフですぐ取り外せるんで安定感安いしね。そして本当僕もリング派じゃもともとなかったんですけど、これめちゃめちゃいいなって思って紹介してました。ただちょっとここの位置が固定ってことで使いづらいっていう部分があって、でコメントでいただいたのはちょっとここが結構緩くなりがちらしいんですよね、使い方によってはっていうのはあったんですけども、でこれもいつも紹介してるんですけど、このラミカルのこのマグセーフのね360度回転型のやつですね、スマホリングなんですけど、これもう正直言っていいですか？正直言います。いつも正直なんですけど、これね、めっちゃ売れてます。めっちゃ売れてます。もともと案件だったんですけど、でも案件の前に紹介してましたね、僕。Amazon の売れ筋ランキングのスマートフォン用のホールド、多分このリングみたいなやつのことだと思うんですけど、これの一応なんか総合、ベストセラーみたいになってました。さっきのアンカーに勝ちました。別に勝負してるわけじゃなかったんですけども、結果的に、今もやっぱすごく良くてメインで使ってますね。いろんなこの、リング試してきたんですけど、なんだかんだこれに落ち着いてるっていうところ。シンプルにやっぱりね、このリングが360度、回転しますんで、もうこれがいいです。もうこれが位置をね、普通はさっきのやつだとこう取って、こう、例えばこっちに、結構片腕で僕持ったりするんですけども、右手で持ったり左手で持ったり。これをね、しなくていいの。これ回るんで勝手に。っていうのと、でこれをこのままスタンドに回って横向きで結構角度、調節っていうのも、正直結構しやすいんですよね。一応縦置きはちょっと厳しいんですけどね、これぐらいかなで置くことはできます普通に。横置きも普通にいけますね。角度的にはこんな感じですかね。で結構調節もできて、割とリングは意外と強い。デザイン自体は普通、結構さりげなくてかっこいいかなって思ったんで、アンカーの黒はちょっとマットな感じで、こっちは結構もっと黒いブラックっていう感じの、色味なんですけども、付属でリングとかもついてくるんで、そのマグセーフ対応してないものとかでも使えたりするんで、ちょっと気になる方はぜひね、結構売れてますので、一回ちょっと試して、ちょっと騙されたと思ってね、買ってもらえばなと思います。これも2000円ぐらいなので、最後これ前回動画で紹介したイルクリテオのフィットミニっていうやつなんですけども、いわゆる財布、マグセーフ対応のこの、お財布なんですけども、小さい財布自体はこのようにもういろいろあるんですよ。死ぬほどあるんですけども、じゃあこのマグセーフに対応したもの、磁石でじゃあくっつきますよっていうものに関してはもうほぼ
もうないんですよね。特にじゃあ小銭が入るってなるともっと限られます。超ミニマリスト向けなんですけども、本革とかもやっぱ使われてるので、財布としても普通に、普通にこの財布として持ってても本当このまま使えるっていうレベルで、普通に薄いんですよね。でこのまま、iPhone につけることできますし、でここに小銭が入ると。マックス15枚っていうねあれなんですけども、ここから小銭出してこう使うと。はい、でカード自体も開けると取れますと。多分4枚ぐらい入るのかな最大でですけども、ちょっとネックとしてはやっぱ価格自体は定価だと2万2000円ぐらいするんで、ちょっと高いかなっていうところと、磁力が確かにちょっと弱いね、レビューでも書いてあったんですけども、若干確かに弱いっていうねところはあるかもしれないです。はい、取りやすいっちゃ取りやすいけど、使ってる分にはそんなに、普通にこう持って使う分にはそんなに僕は気にならないかなと思います。Amazon だったらなんか1万3000円ぐらいでね、売られてたんで僕は買ったんですけども、ちょっと気になる方はねお早めに買ってもらえればなと思います。で一応この前回の動画の方ですね、その iPhone だけ外出たいみたいな、便利にこれみたいに財布に使えるようなアクセサリーですねを紹介してますので、ちょっとこっちも見てもらえればなと思います。ということでいかがだったでしょうか。こちらの動画ね少しでも役に立ったなと思ったらぜひ高評価だったりですね、チャンネル登録お願いいたします。はい。で最近セール、例えば Apple 製品とかね非常にいいんじゃないかっていうものをコミュニティ欄で結構最近紹介してるんで、好評なんで最近毎日やってるんですけども、チャンネル登録して多分通知ベルを押してもらうとすぐ飛ぶと思うんで、結構すぐなくなっちゃったりする時もあるんで、もうないんですかみたいなコメント、もらったりもしましたので、通知ベルオンにしてもらえればなと思います。質問ありましたらコメント、お待ちしております。今日も良い一日お過ごしください。じゃあまたね。アクセサリーもこれでさすがに最後かな。はい。ちょっと14 Pro のレビューとかも今準備しておりますのでお待ちください。楽しいね、アクセサリー探しは。